こんにちは、K です。私、K と旦那さん、私たち旅が大好きなんです。記念すべき初めての海外旅行が台湾でした。前から行ってみたいなとは思っていたんですけど、なかなかこんなに近いのに行く機会がなかったので、私も初めての台湾、東京からバニラエアに乗って台湾まで約4時間半ぐらいかけて行きました。なので今回は Draw My World in 台湾。旅の始まりはいつもここインフォメーションセンター。国に行く前にホテルとか予約した方がいいんじゃないかなって思って、台湾に着いたらインフォメーションセンターに行けばいいじゃん。一応賛成はしました。そして一番最初のホステルがここ。一応必要最低限のものは一部屋に揃ってたんですけど、なんせ窓がなかった。それが旦那さんの一番のネックだったみたいです。シャワーが私たちの部屋の真ん前にあって、それがすっごいうるさかった。そして旦那さんは窓がないと呼吸ができないとかなんとか言い始めて、そして次の日違うホテルを探して、それがすごい良かった。サウナ付き。一番喜んだのがこの人、もちろん旦那さん。いろいろ行ったんですけれども、その中で私たちが一番気に入ったのが夜市、屋台に来ました。屋台がいっぱい並んでて、その中で美味しい食べ物もいっぱいあって、いい匂いがして、すごい人で盛り上がってて、とっても大好きな場所。あれ？そして抽選記念堂。私たちがプラーっと歩いている時に見つけました。ラッキー！そして知る人ぞ知る9分。千と千尋の舞台になった場所です。海が見える山の上にあるとっても綺麗な場所。そこで私は、あれ？なんかに似てるな。そうだ。私の地元の近くに似てる。すげー。9分松島9分松島どう？そして新幹線みたいなので帰ってきました。おまけ。ちなみに私たちは北東公園にも行ってきました。そう、温泉で有名な場所。そこは階段や山はあるわで、よう歩いた。そしてまさか山の頂上まで歩いていくとか言い始めて、ゴールが見えない旅。アラサーの私はもうヘトヘト。疲れた。もう取りたいのかな。そんな私を横目にずんずん歩く彼。私より若い彼はずんずん進む。もうちょっとだよ。あそこまで行こう。そうでしょ。無理。頑張って。でも無理なんて言えない。早く。そんな感じで私の機嫌は徐々に悪くなっていきました。そしてどうしたの？別に何でも話してくれていいんだよ。思ってること。嫌なことあったら嫌だって言えばいいし。これ言ったからって僕怒んないよ。ごめん、これ以上歩きたくなかった。疲れた。でもあなた歩きたそうだったからさ。オッケー。でも知ってたよ。ちなみにこれが北東公園までの電車のチケット。台湾には美味しい食べ物がいっぱい。ランキングにしてみました。ナンバーワンは水餃子。スープも私好みだし、キクラゲたっぷりだし、プリプリ餃子いっぱい。ナンバーツーも餃子。今度は蒸し。夜市で食べました。プリップリでとっても美味しかった。ナンバースリーはルーローファン。2人とも虜になって毎日食べてました。毎朝ここのルーローファンを食べてました。見て、この嬉しそうな顔。このおじさんが毎日作ってくれてました。おまけ。皆さん、小豆腐知ってますか？
文字通り臭い豆腐。私たちもチャレンジしました。全世界最贵的豪宅就在法国，最近呢是台币99亿的成交。Good. That's good. 私はあんまり好きじゃなかった。他にも台湾には美味しい食べ物いっぱいありました。毎日違う食べ物いっぱい食べて、アルコールいっぱい飲んで、私たちは大満足。値段もそんなに高くないし。この写真見てるだけでお腹が空いてきた。また食べたい。ちなみにこの時は12月半ば。この後北海道に旅行に行く予定だったので、厚手のコート着て、ブーツ履いて、完全防備で迎えました。プラス大きなバックパック。それがまさかの30度。12月中旬ですよ。30度。そのため真夏の格好になりました。台湾旅行を終えての感想を伺ってみました。それではよろしくお願いします。楽しかった。美味しい食べ物いっぱいだし、天気も良かったし。でも1個だけ。何？電話が壊れた。なんでかわかんないけど、多分台湾のコンセントと相性が悪かったかの。かわいそうに。K さんにも台湾旅行の感想を伺ってみました。ではどうでしたか？こんなに近いのに台湾に行ったことなかったけど、すごい良かった。みんな優しかったし、漢字も少し読めたし、楽しかった。台湾まとめ。2人で初めての海外旅行。ドキドキワクワクだったけど、とっても楽しかった。もちろん時々喧嘩もしたし、ただ一緒に時間が過ごせて、いろんな話もできて、ご飯も2人で分け合って、美味しいもの食べて、いっぱい飲んで、2人の絆がもっと強くなった感じがしました。これが私たちのクレイジーな旅の始まりに過ぎませんでした。